どうも時丸です。今日は借金を返済する方法について話します。私はこの何もない部屋で持ち物70個で暮らしています。で、バックパックに入るものだけですね、の分量で暮らしています。で、週に15時間ぐらいだいたい働いていて、だいたい1日の労働時間は3時間から4時間くらいです。で、そのような、サイドファイヤー的な生活をしているんですけど、それができているのも借金を全て返済したからだと思っています。それが繋がっていると思います。なので今日は私自身が借金が20代の頃にあった話で、それをどのように返済したか、そしてその後の生活がどう変わっていったかについて話していきたいと思います。このチャンネルを見てくださっている方は知ってると思うんですけど、僕はもうずっとカメラマンとして活動していました。で、20代の頃からアシスタントから始めて、そこから独立してって感じでやっています。で、24とか5ぐらいですね、それまでは借金がありました。で、これは、いろんな借金あると思うんですけど、基本的にカードのリボ払いですね。はい。これが大体ね、多い時で60万か70万ぐらいかな。ありましたね。60万ぐらいありましたね。で、それがですね、なかなか返せずに、だいたい全て返済したのが27とか28ぐらいだったと思うんですけど、で、ミニマリズムに出会う前ですね。前に返済しきったんですけど、そういうね、借金ができてしまったと。で、なぜそれができたかというと、恥ずかしい話なんですけど、僕ね、一番最初に入った会社をもう3ヶ月で辞めてます。で、それから、普通の、大きな、割とね、中小企業ではあるんですけど、規模は結構大きくて、5、600人ぐらいね、社員がいるような会社でした。そこに入ったんですけども、3ヶ月ぐらいで辞めてしまって、で、その後アシスタントとして、小さなね、制作会社みたいなところに入れてもらって、で、そこからカメラマンとしての活動を開始するわけですけど、もうね、手取りがね、むちゃくちゃもう低かったんですよ。で、それはもう自分がやっぱりこう何の経験もなくて、アシスタントだったっていうところが大きかったんですけど、全然手取りがなくて、20万も多分もらえてなかったですね、一番最初入った時。ちょうど20万ぐらいだったのかな。全部差し引きされて。で、それで、当時7万5千円とかの家賃の部屋に住んでいました。で、もうね、見つけるのがまず大変だったんですよ。いきなり会社を辞めて、それ社宅だったので、そこから、社宅を追い出されて、当たり前ですよね、会社辞めてるんでね。で、それで探し始めて、ようやく見つかったところにもうすぐ入んないと住む場所がないんで、でもその間、いろんな先輩方とか、友達の家を転々とさせてもらって、あの時は本当に助かったんですけど、で、そこで、なんとか見つけて、住んだ家が7万5千円ぐらいの家で、で、大体20万円の給料に対して7万って結構高いですよね。大体家賃は3分の1ぐらいに抑えろっていうふうに言われますけど、それも結局は別に3分の1に抑える必要はなくて、もう固定費っていうのは低ければ低いほどいいと思います。5分の1とか、10分の1とか、その方がいいと思うんですけど、当時は7万5千円って結構高いなと。で、それでいろんな生活費を払ったりとか遊びをしたりとかね。で、それで、基本的には残るものがなくなって、で、当時写真をやっていたので、自分でやっぱりそのカメラの機材だったりとか照明を買っていましたね。基本的に自分のそのリボ払いのお金というのは自分の機材で出ていったものです。はい。カメラですね。カメラを買ってとにかく、少しずつ仕事ができるようになってきてからも、その借金は減らないままあるわけですけど、今度仕事ができるようになってくると撮影をしなければいけないので、スタジオを借りるお金とかね、そういうものを立て替えたりしていました。撮影の制作にかかるコストみたいなものを、カメラマンの僕が立て替えて、で、そういうものもカードで一括で支払うので、で、勝手にそれがリボ払いになるみたいなそういう仕組みで、自動的にね、借金が増えていくと。で、もちろん、支払ってから、そのコストの分は給料として入ってくるんですけど、ギャラとしてね。でも、その入ってくるタイミングっていうのがやっぱり2ヶ月先とかだったりするんですよ。結構当時のメディア、雑誌とかね、ウェブメディア系のものとかだと、だいたい1ヶ月後とか2ヶ月後みたいなものが多かったので、先にね、やっぱり自分でどうしても借金するような形で、スタジオを借りたりしてました。で、だいたい、東京都内のレンタルスタジオっていうのは、1日使うと10万から20万円ぐらいかかります。1回でね。だからそういうものを立て替えたりとか、あとはもうカメラ機材ですね。そういうものを買って、
借金ができてしまったと。で、大体、50万とか60万ぐらいに膨れ上がって、で、リボ払い返していくわけですけど、全然減らないんですよね。で、それ当たり前ですよね。で、カードのリボ払いっていうのは、大体、15% とか利率がかかるので、大体1年で、例えば100万円の借金があると、利息だけでもう15万円かかるわけですよね。だから毎月その1万円とか返していっても全然その元本っていうか元金は減らないんですよ。だから、それがまず一つのリボ払いの大きな罠であるっていうことです。で、これはだから十分注意する必要があって、だから僕はある意味、それを20代の最初の頃に前半に経験して、良かったなとは思っているんですけど、でも恥ずかしいことにそういうふうな50万円とか60万円のものを全然返せずにですね、借金が返せないまま、でもなんか1万円とか2万円とかを毎月支払っていくみたいな。でもそれって利息代なので結局減らないままずっとその利息だけを払い続けるような状態。そういう風になっていって返せなかったっていう感じです。で、それからこれはやばいなって気づき始めて、じゃあどのように返していったかなんですけど、まず一つ目は、会社のですね、福利厚生じゃないですけど、仕事にとにかく仕事を頑張ったっていうところが一つあります。で、これは、自分当時、その出張撮影みたいなものが多くて、結構全国で移動して撮影をするような仕事が多かったので、結構関西の方だったりとか、長野とか北の方だったりとか、いろんな日本全国で撮影をしてたんですよね。で、そういう時に出張に行くと、まず出張手当というものが、その会社から出たんですよ。で、なので、その出張に行けば、自分のそのベースの給料よりも少し、収入が上がるっていう状況があって、なので、もうできる限り出張に行くようにしましたね。それからもう一つ良かったのは、出張に行くと、その食事代とかは全て経費に含まれるので、全部ね、それも出してもらえるんですよ。だからまず出張に行けば手当がもらえるに加えて食費がかからないと。それは自分の当時の状況ではすごい助かりました。多分ね、今でもスタジオでね、アシスタントをしているカメラマンのアシスタントなんかはお昼お弁当が出てそれもらえたりとか、夜も出たりとか、だから結構食費ってそういうロケ弁とかで賄えたりするので、意外とそれにね、助けられてる人多いと思うんですよ。だから僕もそういうのに助けられていて、で、それでね、なんとか食いつないで、で、食費はかからない。あとはその出張しているとそのホテル代とか旅館代みたいなものも全て、経費として、支払ってもらえるので、その分はかからないと。なので、そういうわけで、お金を貯めることが少しできました。で、かつ、その仕事をしていると今度遊ぶ暇がなくなるので、特にそういう出張撮影なんかっていうのは現地でも結構忙しいので、そういうふうに、観光とか遊ぶ暇って全くなくて、ずっとその撮影の仕事をしてるわけですけど、そうなると遊ぶタイミングがないので、おのずと支出も減るっていうことが起きてましたね。それによって少しずつその返済する額を上げていくことができました。で、もう一つは2011年に、震災起きて、で、その後僕シェアハウスに一度住んでるんですよね。で、とにかく住居費を下げるっていう、当時7万5千円ぐらいだった家賃を、新宿のね、シェアハウスに引っ越しをして、で、それで当時いくらだったかちょっとはっきりは覚えてないんですけど、2万5千円とか3万円とかだったと思いますね。なので、家賃を多分半分以上下げることができたんですよ。で、そうなると、やっぱりその単純に浮いた分をもう全て返済に回す。とにかく、余った分はもう自分で使わずに全て返済に回すっていうことを行いました。やっぱり一番大きなコストから見直せっていう話がありますけど、それは正解で、やっぱり家賃ですね。家賃が一番大きいので、それをね、シェアハウスにね、たまたまね、いい方々に巡り会えてね、そこに入ることができたんですよ。で、そこの暮らしはものすごく面白くて、で、そのコストが下げられた以外にも、そこで出会った人々がもう僕の財産というか、すごい価値になっては今いるんですけど、みんなそれぞれ有名な方々になってしまって、で、そういうわけでとにかく家賃を下げて、その余った分を全て返済に回すと。で、その時はまだそのミニマリズムに出会う全然前だったので、25とか6とかの話なんで、だから、出会う前なんで、結構ね、そのコスト削減についてあんま分かってなかったんですよね。で、物も結構持ってました。ただ、やっぱそのシェアハウスに引っ越しをするっていうタイミングで、今よりね、全然狭い部屋だったんですよ、その場所が。で、もう本当にベッド一つ置いたら終わるぐらいの部屋で、
部屋だったので、なので、おのずとその自分が持っていける分量が少なくなるので、引っ越しの時に多く断捨離をしましたね。これまでで多分一番狭い部屋だとは思うんですけど、直近小屋暮らしみたいなものもしてますけど、ちょうど、小屋よりはちょっと大きな感じですけどね。でもそれによって自分の持ち物が結構減って、その時は同時にその写真の出張の仕事も続いていたので、ほぼ家に帰らずに、いろんなところを転々としながら働くっていうことをやっていましたね。なのでその収入は上げながら出ていく部分を少なくして、それを全て返済に回したっていう形です。で、それと同時期ぐらいに僕はもうずっとブログを書いていたので、で、結構ね、いくつかブログをホストしていて、そこのブログ収入、広告収入みたいなものが結構発生するようになっていました。すでに。で、その時から、だから、そのブログ収入みたいなものも頑張って、それが、今の言葉で言えば、その時の副業みたいなものなんですけど、そのブログ収入を上げることに注力したっていうこともあります。なので、そのような会社からの手当だったり、そして、自分のブログ収入、副業収入みたいなものだったり、そして引っ越しで家賃を下げる、そういうことを行いましたね。で、幸いなことに、その会社からもボーナスもいただいてたので、そのボーナスなんかも全てつぎ込んでですね、だいたい一度に返済した金額は、多い時で20万とか30万とかを返済してますね。だから、トータル、60とか70万ぐらいだったんで、2、3ヶ月ぐらいで、だいたい多分トータル4ヶ月ぐらいはかかってるんですけど、体感では。なので、4ヶ月ぐらいで、もう、がっつりね、出てきた余剰を全てつぎ込んで、で、一気に返済をしてしまったっていう形です。で、それ以来はリボ払いみたいなものを一切しなくなりました。はい。だから26、7ぐらいで全ての借金を完済して、で、一切リボ払いをやめたと。で、全て現金一括で買うようにしています。で、それから自分の生活がどう変わったかなんですけど、やっぱり一番大きな出会いは、ミニマリズムに出会ったことですね。で、その借金を完済してから、なんとなく自分で生計を立てられるようになって、なんとなくその家計の収支みたいなものがうまく回るようになって、うまく回るようになってくると、やっぱりその借金がないっていうことが、いかに自由であるかっていうか、すごく気持ちいいなってその時感じたんですよね。やっぱり金額があって毎月ね、そこに利息を取られていて、利息の数字を見ることにうんざりしていたんですけど、それが一つなくなって、純粋に入ってくるお金と、あとは自分が使うお金っていう風に、シンプルに自分の家計簿がなった時に、ものすごく精神的な負荷がぐっと軽くなって、すごいハッピーな気持ちになったんですよ、それだけで。で、過去にも歩きながら借金を返そうっていう動画作ってるんですけど、その時にもその気分みたいなことについては語ってますけど、本当にその自由さというか、そういうものがあったと。で、それによって今度お金をより貯められるようになったんですよね。全然その時貯金はありませんでしたけど、でもその自分がどういうところにお金をちゃんと使うかとか、どういうところはちゃんと引き締めなければならないかみたいなことがもう分かるようになって、そこからうまく自分の人生が回るようになってきたなと感じていますね。で、それからミニマリズムに出会って自分の収益は大幅に上がって、で、余剰資金もできるようになったので、貯金だったりとか投資だったりとかそういうものに振り分けることができるようになりました。で、ミニマリズムに出会った経緯については何度か話してますけど、多分自分がその借金を手放して、手放したからこそ出会えたんじゃないかなっていう思いもあります。それはなんとなくその節約とかやっぱり、で自分のこの借金を手放すこととか、で身軽でいることとか、そういうところに自分の意識が向いている時で、その時にちょうど本を発見したんですよね、本屋さんで。だから多分自分がそういう手放しの意識に向いている時にそれに出会っていて、でこれはすごいアイデアだと思ったので、もし自分がその借金がある時にそのミニマリズムに出会えていれば、もっとそれをツールとして使えて効率的な返済ができたんじゃないかなってことは考えるんですけど、でも結果的にその後出会えて、またさらにですね、自分のね、蓄財とか貯蓄が発展していったっていう感じになります。それが自分がこれまで20代の頃ですね、本当に20代の前半ぐらいの話ですね。で、もちろん今もそのスタイルは継続していて、もうリボ払いは一切しませんね。で、もうすべて現金一括で買うようにしています。この間買ったMacBook とか、ああいう大きな機材とかもすべて現金一括です。で、現金っていうか言ってもカード使うんですけど、ポイント貯めるためにね。で、カード使って、でも絶対一括での引き落とし。で、絶対一括で払うってこと。どんなものでもそうです。
で、もちろん、そのいろんな、事業投資として、やっぱりその自分の機材とかカメラとかは、無金利、金利が安ければ、ローンで買った方がレバレッジが効いて事業がうまく回るみたいなことはもちろんあるし、理解はしてるんですけど、なんとなくね、僕はその20代の経験があるんで、現金一括っていうことが一番、一括で買うっていうことが強いなって思ってるんですよ。で、逆に、一括で買えないものは身分不相応だと考えてます。なので、家なんかはまだ一括で買えないので、自分には身分不相応だと思ってるんですよ。これは不動産投資とか、そこ不動産の文脈から言えば、もちろんその買った方がいいっていうところも意見があるのもあるし、それも理解はしています。ただ自分の中でそういうルールを決めているということです。現金一括で買えないものは身分不相応であるって。こうなると、買い物がね、なくなるんですよね。物も買わなくなります。で、物も買わなくなるし、自分の家計が健全になって、で、そして、純資産っていうね、純資産ポートフォリオっていう考え方ができるようになります。つまり、家とか車をローンで買ってる人っていうのは、いくらそれを持っていたとしても、借金と同じことなんですよね。ローンで買っているってことは、それが全て借金である。つまり、負債であるっていうことです。だから、純資産ポートフォリオで考えると、純資産はマイナスってことになるんですよ。で、僕は結構その自分の資産に関しては純資産にこだわっていて、あと純資産とキャッシュフローにこだわってます。で、その純資産とキャッシュフローっていうのが自分のファイヤースタイル、サイドファイヤースタイル、つまりエクストリームミニマリズムを使って、ファイヤーするっていうね、今のスタイルにつながっているので、結構それが肝になる考え方ですね。だからその根底には借金をまずしないってこと。で、借金がある人はそれを先に必ず返済するっていうこと。で、現金一括で買えないものは身分不相応であるっていうふうな考え方をすること。これが今の自分の自由な生活につながっていると思っています。このあたりの深掘り記事は自分のコアメンバーシップと週1回のレターで配信してますので、概要欄よりチェックしてみてください。そういうわけで今日は借金を返済する方法について話してきました。自分の場合はね、ちょっと局所的というか例外的で、リボ払いの借金ということなので、いろんな万能に通用することではないかもしれませんが、もしリボ払いの借金をしている人がいたら、何かの参考になれば幸いです。借金をこれまでに全て返済したことがある人、そのストーリーやその時の気持ちなんかをよろしければコメント欄で教えてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。